はい、たわごとオープン。リリー行っちゃったたわごとオープン。リリーと一緒。お花きれい。はい、リリーこっち来る。じゃあ先におやつタイムにしようかな。あ、いてててて。リリーここにお座りして、お座りして。ということで今日の、たわごと質問クエスチョン1。私は建設業を営む58歳です。私は人生がうまくいってないよ。会社もトラブル続きで困っています。家庭問題もあり、どうしたらよいか悩んでいます。四国も回りましたが一向に良くなりません。良くなるにはどうしたら良いでしょうかっていうね、ご質問なんですね。で、マースアンサー、これね、四国を巡るということは規則絶句でしょ。ということで、この世界に自と他が本当にあると信じると、自分と他っていうね、これを本当にあると信じると、自分が良くなりたいと信じますね。それが普通ですよね。そこからあらゆる人が自我が良くなる人生の戦いに出陣し滅んでゆきます。これが本当のこの世界のありようですね。ですから真に良くなる方法は、自我が良くなりたいという妄想を終えることで、自我の拡大より自我の終焉に取り組むことなのですっていうね、そういうふうに僕は答えてる。でいくつか文章をその時に書きました。この世界のすべてが一体だと思えないね。量子的には一体なんですけれども、一体に思えない。悲しみの、量子的には未知神秘、量子でもない、とてつもない中にいる。しかしそう思えないね。分子の世界、若種のこの世界、悲しみのエデンを出た人々ね、悲しみのエデンを出た人々、この世界を一体なる未知で神秘なところであると思えなくなったゆえに、自と他の若種を盲信せざる得なかったね。事故やいろんなもので死んでいく仲間を見たりしてね、未知で神秘で一体だってだんだん思えなくなった。ゆえに自と他の若種を盲信せざるを得なかった。日々争いに満ち、競争に明け暮れた人々、自と他を良くするために劣等し必死に戦った、うぬぼれた過信した、上に立とうとした、支配しようとした、その悲しき物語はそこから始まったね。本来存在しない自と他の自という部分が、自分の部分がね、他と比較して優越したいと願う劣等が、その人の人生を、そして世界を闇とする。ですからご質問に関しては、私などいないということで四国を回られるといいですね。自分が良くなりたくて、勝つために、偉くなるために、すごくなるために、安心ねしたくてというね、劣等から動くんではなくて、私などいなかった、存在しなかった、
宇宙は一体だった、未知だった、宇宙じゃなかった、この世じゃなかった。これ色即是空でしょ。この世じゃない、形もない、色もないね、現実じゃない、未知や神秘の中、他などない、一体のものが自と他に分かれて戦ってるね。学校の友達同士運動会で戦うみたいなね、その時はもう戦うんだけど友達だったとかね、そういうことですね。自我はあらゆることが自と他に分かたれ、それゆえに全てが怖い。要は自と他に分かれますから、喧嘩ですから、また疎外感というかね、全てが怖いって感じるんですね。で苦しんでしまう。怖いのは誰かと気づくなら、当然怖いのは私なんですね。私であるとなる。では私とは一体何かと気づくなら、作り事の存在しない観念だと気づく。そしてあらゆる自我の苦しみから誰もが解放される。誰もが未知で神秘で一体でとてつもないところに本当はいて、それはまるで一者の夢のようなものであると気づける。西洋の方がね、無我とかそういうもの、一体性に戦いや喧嘩的なものを聖書でそう思られたのか分かりませんけど、その無我というのにあまり慣れていらっしゃらない方が多いかもしれませんね。で実際は一元というのかな、一者の夢というのが無我ですね。一者の夢だから一神教とでも言うんですかね。だから西洋の方の方が本当は理解しやすいんですよ。もし一神教だというならですね、この世界を作った創造主体がいるということですね。で創造主体がこのシリーとか想念で言葉によって宇宙を作ったとね、この世界宇宙って呼んでるけど本当は何だか分かんない世界を作ったとね。そしたらそこのそれぞれの部分は一体ですよね。でそれぞれの部分は同じもの、要は僕らの肺や心臓、腸やね、肝臓、腎臓と同じように名前はついてるけど一体物ですよね。そういう捉え方からすれば西洋的価値観の方が、一神的価値観の方が分かりやすいね。で私とは一体何かと気づくなら作り事、存在しない観念だと。だって一体の世界だから。そしてあらゆる自我の苦しみからその気づきによって誰もが解放される。誰もが本当は未知で神秘でとてつもないところに本当はいて、それはまるで一者の夢のような、一神的な夢のようなものであると気づける。一体なるエデンを出て自と他の分かたれを信じると、人生は争いと苦しみの日々となるのは当然のことだ。家がね、争いと苦しみの日々だったらね、そのお子さんは苦しいですよね。でこれはお父さんやお母さんが自と他分かたれの世界と捉えているということですね。万物すべて、僕の家はね、長い間父方は寺で真言、さっきも言いました色即是空寺が1300年空海開いてからだから、そういう
一族だそうでね、母方は禅寺なんですよ。新潟高田っていうところでね、もう代々大滝っていうんですけど、代々ね、まあどっちとも無我ですね。だから自分を拡大する、加藤偉くなろう、すごくなろうとすると引っ叩かれる、強くなろう、すごくなろうっていうと怒られる、引っ叩かれる。まあそういうちっちゃい時そうでしたね。勝つな、偉くなるな、すごくなるなってね。万物すべてが一体のものであると気づいている人々は人生を安らぎに満ちたものとして暮らす。世界を分かたえのものと信じるなら、日々恐れこそメインのものとなる。この世界は今、自我が良くなりたい、自と他の自が勝ちたいと願う人々の世界となってしまっています。自我がないことに気づく幸せより、自我が優越したいという一体の世界に合わない考えが蔓延してしまっているのです。いつになったら人類は自我が勝つことより本当の幸せを手にするのでしょうか。というね、まあタバコとの質問の2なんですけど、マーさんにお尋ねします。エデンの神秘性について知りたいのですかね。未知で神秘でこの世じゃなくて、地球でも銀河でも全部名付けただけで、そうじゃなくてどこに生まれたかも分かんないんですね。どこに生まれたか分かんないっていうこと、生まれたかどうか分かんないんですよ。いや生まれたじゃないかっておっしゃるかもしれないんですけど、どこに生まれたか分かんない場合、だから動物さんたちはどこに生まれたか分かんないので、生まれたかどうかも確信はないですよね。なんか神秘の中に生まれてると理解できますよね。で人間の場合もう3歳ぐらいまでにここは地球だ、銀河だ、なんだ、僕の場合はたまたま父母がそういう寺とかだったからなのか、禅とかだったからなのか分かりませんけど、麻布じゃないよ、そう呼んでるだけよ、元麻布って呼んでるだけよ。僕は子供の時には元麻布とか麻布とかなかったんです。全部麻布ですよね。で麻布っていう呼んでるけど、東京って呼んでるけど、地球って呼んでるけど、そう呼んでるだけで、人間が作っただけで、本当は神秘の中、これは本当のことですよね。そう呼んでるけど神秘の中に出てきた時はどこに生まれたんですか。どこですか。神秘の中ですね。ということは本当に神秘の中だったら本当に生まれたんですかね。で今の世界では自我がすぐ形成されていきますよね。ないないちゃんって名前それ本当ですか。そう名付けただけですよね。で今は1900何年だって、それ本当ですかね。それ人間が決めた、イエスが生まれた年号ですよね。ですから得体が知れないところに生まれたかどうかも分かんない、誰だかも分かんない、いつだかも分かんないんですよ本当はね。それが永遠に分からない、とはに不可思議なところで日々過ごしていく、年を取っていく。で最後我々は死と呼んでいる状態で、なんか分かったことを言うような方もおられるんですけどね、経験してないです誰も。分かんないとこにいて未知でその未知と神秘の感覚を持ったまま帰っていくんですよね、どこかに。計り知れないですよこの宇宙と呼ぶ未知は、神秘はね計り知れない、なんだか分かんないんで、永遠になんだか分かんない、誰だか分かんない、いろんな人の名前も呼ぶけど
その名前は嘘です。でなんか学問とかね、学歴とか知識とかっていうのは言葉でできてるんですよ。名称付けでね、思考っていうのがね。だから思考でこう分かたれでできてるんですよ。だから量子力学の方たちもみんな苦しくなるんですよね。名前つけていろんなことでしょ。どうなってるかっていうのを見るんだけど、名前つけてみるからね。そうやって学問って呼んでるものは言葉によってできてるから、すごく複雑に疲れるんですね。思考を使うからね。思考っていうのは名付けの集合体ですね。だから解放とか安らぎとかね、空がね、無がなくなっていっちゃうんですよ。で空とか無とか死んでいく時もなんだか分かんない、どこ行くんだろうって、でここ出てきたとこもどこだか分かんなかったんで、結局一生いたけどどこだかは分かんなかった。でこれからまたどっか分かんないぞっていうような未知や神秘の安らぎがなくなっていいんですかね。その喜びを失っていいんですかね。自と他に分かたれるっていうのはそういうことなんですよ。エデンの神秘っていうのは安らぎであり愛しさであり、ふわーっとする空間なんですよ。メディテーション的自然なね安らぎなんですよ。とてつもない神秘を失っていいんでしょうか。とてつもない美しさを失っていいんでしょうか。自と他の戦いで毎日苦しくて毎日悩んでるんですよ。毎日怖いんですよ。それいいんでしょうかね。もうそれ自体がもう罰ですよね。だってその人の未知や神秘や愛、安らぎ、美しさ全部消えるんですよ。それでいいんでしょうか。その通りのムードやルックスになっていくんですよ。いいんでしょうか。損じゃないでしょうかね。でそれにはですね、私などいないって、なんか辛いことがあったらすぐにね、誰が苦しいの？私って誰？本当はいないもの。いなかった。いないのか。楽だ、いなかったぞ。これ無我ですね。これ無我。いなかった、私なんかいなかった。無我。俺どうしたらいいんだ、私どうしたらいいんだ。これ有我、自我で、自我がなくなると私いなかった、楽だ。悩んでたのは私、苦しんでたのは私ね。いなかったんだ、楽だって、これなくていいんですかね。だから本当の精神世界とかそういうのは、良くなりたい、すごくなりたい、勝ちたい、だから寄ってらっしゃい寄ってらっしゃいっていうことは当然ないですね。そういうのがない、いらない。私がいないから良くなる必要もない、何になる必要もない。だから安らいでるんですよね。だから引き寄せるものは安らいだものなんですよ。いいものなんですよね。だから幸せであるということです。はい、じゃあ、今日はねそういうことで、リリーおいでということで、今日もたわごとばっかりのたまいました。じゃあまたお会いしましょう。リリー&マースたわごとばっかり。リリは今日は整理中です。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。さよなら。たわごとインナーリリと一緒。
今日はリリーがおズボン履いてる生理中なんでね。はい。でもおリボンもしてます。お花も綺麗です。はい。今日のねマースさんにお尋ねします。エデンの神秘性について知りたいのですが、エデンってこの宇宙全部ですよ。で西洋では一神教って言いますよね。これ一社の夢ということです。これ日本も同じですね。武士の方が一社の夢とか一元に帰す、一元とか一社、これは創造主と呼んでますね。西洋では創造主体が言葉、要はシリによって作ったっていうのを記されてますね。これムーの霊感書と一緒ですね。一社の夢、これ一社の夢ということは一神の神によって神の言葉シリによって作られた、想念によって作られた。で宇宙の果ての果てを見れば分かるようにどこまでも行きますね。永遠です。だから軍人は宇宙の果てを考えてはいけないという言葉があるように、戦う人になれない。宇宙の果ての果てどこまでもあるから終わりがないんですよ。で終わりがないっていうのはこれ物質次元じゃないですね。夢の世界です。夢の世界じゃなかったら永遠にどこまでも行くっていうのはおかしいですね。皆さんが夢を見ているとき永遠にどこまでも行くでしょ。宇宙の果てはないですね。だから神の夢、創造主の夢というんですね。どこまでもある宇宙、未知なる果てのない神秘であるね。リリー、宇宙の果ての果て、神秘で未知であるね。美しい、神秘で未知である美しい世界ね。エデンっていうのはこの宇宙のことを言ってます。神が作った、神が夢で作った世界、一体の世界ですね。だってなんで一体かって言ったら一人の夢だから。だから日本では武士の方がね、時世っていうか最後の時にね、一元に帰すとかね、夢のまた夢とかね、一社の夢とかいろいろとおっしゃいますね。日本では古代から一体の世界であった一元である神が作った西洋と同じですね。一元性ということは一神教的な価値観だっていうことですね。の作った世界。じゃあ後の神々いっぱい名前ついてる息子とか娘がいるからね、後の人たちは何かって言ったら一体の世界の部分の名前ですね。一体のものの中の部分だから孫悟空が口からふわーっともう何億っていう孫悟空出しますよね。でみんな名前がついてんですよね。で孫悟空の役を果たしてくれるんですね。そうですよね。体もそうですよ。腎臓や肺みんな名前ついてるけど細胞ももうものすごいいっぱいあってみんな違う仕事してるでしょ。それぞれ違う仕事してるけど一体ですよね。違う仕事をしてるけど一体物ね。それが真実です。一体の世界なんだけどそれぞれがみんな違う仕事をしている。ルイは食べたそうだな。一体の仕事をみんながしている一体なのに。でかつですよ、そのいっぱい出てきた孫悟空どこに出てきたか分かんないんですよ。永遠に未知で神秘、永遠に皆さんはここがどこかは知らないです。永遠に分からないとこなんです。その上永遠に分かんないとこに最後行くんですよ。だから永遠に神秘で分かんない、これがエデンです。永遠に分からない、分けれない一体のところ、神の作った一体のところ、
霊的世界としか言いようがない。古代の人はそう捉えました。だから科学が量子力学的ですね。アトランティスにしてもムーにしてもね、量子力学的世界ですね。素晴らしいですね。エデンの神秘性って永遠に分かんないんですよ。でそれを分かったようになんか学問するっていうのは、非常に難しいことですね。分かんないとこにいてね、分析してね、言葉によって永遠に分かんないんですよ。永遠に神秘なんですよ。でこの永遠に神秘、永遠に分かんない、永遠に不可思議で、永遠にどこまでも続き、どこまでも永遠で、どこまでもというこの安らぎ、この至福はいらないですかね。字と他の分かたれによって消えちゃうものは何ですか。それはエデンの神秘性です。美しさ、美、あらゆる芸術がそこに入っています。真の芸術性は愛、一体性です。真の科学は愛、一体性です。真の宗教性は愛、一体性。真の人生は愛と一体性です。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかりのたまうリリー&マースでした。リリー。はい、じゃあまたお会いしましょう。今日もたわごといっぱいのたまっちゃったぞ。いつだかどこだか誰だか分かんないぞ。ずっと分かんないぞ。計り知れない、とてつもない美しき世界、安らぎの世界だよ。バイ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 。未知なるリリと、いやリリではない、未知なる生命体と、未知なるこのなんだか分かんないおっさんと素敵です。バイバイ。さよなら。さよなら。さよなら。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.